高島ファルコンズの千秋です。安藤です。子供の時にハンコ注射って打ったやんか。うん。で、そのハンコ注射の後ってさ、一生残るやん。残る。ハンコ注射がさ、子供の時に反強制的に打たされるのっておかしくないかっていう話をしていきたいんやけど。なるほどね。その前に前提としてハンコ注射の、まず歴史についてと話していきたいんやけど、ハンコ注射ってよく言われるものが、正式には BCG ワクチンのことなんやけど、結核予防のために行われている予防接種のことで、もともと起源としては、フランスの研究者が開発したもので、これは1920年代のことなんやけど、でその後、1924年に細菌学者の志賀清がフランスから日本に持ち帰って研究が始まったと。で、日本ではその1949年に BCG による予防接種が法律で義務化されて、1951年に結核予防法が施行されて、乳幼児への接種が義務付けられた。この時は、ハンコ注射じゃなくて、一本の針で打つ注射やったんやけど、注射針一本やと、皮内注射って言って皮膚の下まで針を刺してワクチンを注入する方法やったんやけど、この方法が、熟練した技術が必要やったり、接種後の痛みが強くて副反応が出やすいっていう課題があって、その後に1960年代に、それを改善しようとして考案されたのが現在のハンコ注射。あの形状がもう改良後なんや。そう。針が9本ついたスタンプ型の注射。1967年に開発されて、スタンプ型の器具で上腕に液状のワクチンを垂らした後、針のついた部分を2回押し付けるだけで接種が完了すると。一度に多くの人に均一で安全な接種が可能になったっていうことなんやな。で、1974年に乳幼児、小学校、中学校での計3回の接種が定期化されたんやけど、その後、結核患者が減ったこともあって、2005年に生後6ヶ月までの乳児を対象とした直接接種に移行されて、現在は生後1歳になるまで1回接種することとされとって、それ以降は接種する必要はない。義務ではなくなったってことなの。今は赤ん坊の時に1回打つけど、その後は打たへん人が多い。じゃあ、ハンコ注射の後も1回なんや。そうやな。俺らみたいな今30歳ぐらいの人2回以上打っとるから、多分2回目のやつが後になって残っとんのよ。はいはい。なんでハンコ注射の後が残るかっていうと、BCG ワクチンを皮膚に接種する皮内接種っていう方法が、免疫をつけるために皮膚にわざと小さな傷を与えるんやけど、接種後に赤みとか腫れ、小さい膿が出たりとか、で、その後、最後、かさぶたの過程を経て、最終的に免疫ができた証として小さな傷跡が残る。これ正常な反応で、接種部位を清潔に保ってさえおれば、数ヶ月で治って小さな傷跡だけが残ると。だから、今大人になって俺らが腕に抱えとる跡が残るような仕組みになっとんのやって。でもそんな30歳になるまで残っとるのはある意味、なんかすごいけどな。ネットのニュース記事で、60代の人にインタビューしとって BCG のハンコ注射の跡があるかっていうインタビューしとって、60歳のおばあさんの腕にもまだ残っとったの。だからもう一生もんやな、そう考えると。俺もまだ残っとって、これ一生付き合ってかなあかんのかなとか思って正直別に、ない方がいいやん。傷跡なんやから。そうやな。人によっては書いてしまったりとかで濃く残っとる人もおるからさ、パッと見でわかるよな。今の段階で残っとるってことは死ぬまでずっとあると思うんやけど、このハンコ注射っていうのがおそらく日本だけっぽいんよ。BCG ワクチン自体はフランスとかインド、ロシア、韓国なんかでも接種しとんだけど、このハンコ注射っていうのでやっとんのがおそらく日本だけ。一部マレーシアとかでもハンコ注射やっとるっていう話が、ネットで情報が出てきたけど、定かではないし、実際街とか見とっても外国人の腕にハンコ注射の跡を見たことがないから、多分日本特有のものやと思われるんよ。で、厚労省のホームページ見ると、腕にハンコ注射の跡が残るのが嫌な場合に目立たないところに接種することはできるかっていう Q&A が載っとって、はいはい。できるんかな。回答としては BCG ワクチンは上腕外側のほぼ中央部に接種するものとされとるから、他の場所への接種は有効性とか安全性確保するためには法律上認められてないんやって。わかんねや。だからみんな必ず右か左の肩に跡があるんよ。で、ハンコ注射の跡って一応消す方法もあるらしくて、自費診療にはなるんやけど、ダーマローラっていう方法を用いて消せるらしいんやけど、ローラーの先に極細のセラミックの針がついとって、それをハンコ注射の跡に転がすことで、皮膚に小さな穴を開けて、そこに治癒を促進する薬剤を流し込むと。で、これを繰り返すことで、気になる部分が少しずつ改善されていくっていうことらしい。そこまでして消したいってことやもんな。自費診療やから1回あたり4万ぐらいかかるみたい。結構するな。多分これ1回で終わらんっぽいよ。
だから何回もやらなあかんね。実際さ、このハンコ注射の後をさ、結構コンプレックスに思ってる人もおるからさ、タトゥー入れる人とかもおるっていう話も聞くんよ。ああ、そのハンコ注射打ったところに。そう、目立たんくするためにな。いはいはい。や、俺も昔ちょっと考えたことあんねんけど、マジで。タトゥー入れちまえばわからんくなるんじゃないかっていう。まあ確かに、ハンコ注射のこの9個の点々って本当見栄え良くないもんな。よくない。残り方にもよるんやけど、俺、あんまり良くない残り方しとるんよ。針と針がさ、跡がちょっとひっついて大きい塊になってる部分とかもあんのよ。ああ、はいはいはい。まあ俺らはまだ半袖着た時にちょっと見えるぐらいやけど、女の人やったらノースリーブとかさ、着たらパッと見てわかるからさ、余計気にするやろな。確かにな、夏の時期はな、街でよく見かけるな、ハンコ注射の後ある人。まあ、ここまで、ハンコ注射の後批判してきたわけやけど、自分がハンコ注射の後残るのは嫌なんやけど、個人的には、ハンコ注射の跡がある女の人の腕は結構好きなんよな。はいはいはい。フェチみたいな話な。そうそう、ハンコ注射跡フェチなんよな。いや、わかるよ。調べとったらさ、X にさ、ハンコ注射の後をエッチと思うかエッチと思わないかみたいなアンケートを取った人がおってさ、8300票投票されとって、結構やな。結果見ると 54% がエロいと思っとるみたい。おー、過半数。同志がいっぱいおる。しかも8000票以上の投票での回答やから結構信憑性高いんじゃん。そうやな。女の人でさ、可愛い人でさ、腕にハンコ注射の跡があると良くない？わかる。実際、俺も今回こういう話を喋るにあたってちょっと調べとったら、その芸能人とかのハンコ注射跡をまとめとる、記事っていうかそういうサイトもあって、一定数のな、需要はな、ある。で、俺もやっぱその画像を見とったら、悪くないなって思ったもん。この人も人間なんやなっていう。ああ、そういう脇毛の反り跡とかさ、反り残しにエロさを感じるのと同じ感覚なのな。人間味？そうそう、人間味を感じるんよ。ああいうところに。ああ、確かに。すっげえ可愛い子でさ、自分とは縁のないような子の腕にハンコ注射の跡があったりするとさ。ああ、この子もちゃんと。そう、同じ人間なんやなっていう。人生を歩んできたんやな。そうそう。だからもう風俗とか行ってハンコ注射の跡なかったらがっかりするもんな。そんなレベルで。腕出しとる人ばっかのところで行くとさ、プールとか海とかもう見てしまう。おっぱいの次にハンコ注射の跡見るな、俺はもう。これ、男の目線からしてハンコ注射の話とるけど、女の人も歌手のあいみょんがハンコ注射フェチらしくて語っとったよ。あいみょんだから男の人のハンコ注射がいいっていう立場かな。だから消すなんてもったいないと個人的に思うわ。ね、極論で言えば。せっかくな、なんかアピールポイントみたいな。まあそのタトゥーで消すっていうか上書きする人もおるけど、ハンコ注射の後でも一応タトゥー入れれるみたいやな。俺最初入れれやんのかなと思ってたんやけどさ、傷跡やから。なんかインクが入りにくくはなるけど、一応入るのは入るらしい。けど、そのためだけにタトゥー入れると、もっと大きな縛りが発生するからさ。確かに。サウナとか銭湯行きやんくなるとか。この前言った。そう、この間やったやつな。銭湯でタトゥー入っとる人入店拒否したら炎上した話。今撮ったけど。わざわざ入れるほどでもないよ。だからそのさ、サウナとかに行けやんくなるから諦めたの俺は。でも、日本人の証明ではあるよな。まあ確かにな。外人そういうハンコ注射の文化がないんやったら。風俗とかで国籍怪しいやつがおったら。あるで見て。お前日本人じゃないやろ。そうそう。まあ、ハンコ注射も大人になってから形状を見るとさ、なんかいかついよな。剣山みたいで。そうやな、いかついし、ハンコ注射打ったばっかの子供とかを見ると、まあ痛々しいな。真っ赤っかになっとるしさ。腫れ上がっとるからな。くっきりとな。小学校の時にハンコ注射受けた記憶があるんやけど、結構耐え難かったよ。相当痛かった記憶があるもん。あんなもん、出せとったんかって感じで。今まで YouTube とかでさ、赤ちゃんにハンコ注射打っとる瞬間をさ、投稿しとる動画が結構あってさ。何個か見とったんやけど、やっぱり赤ちゃんは泣くわけよ。痛くて。そうやろな。見た目もさ、あんな、まあ、針のぶっ刺しとる感じやからさ。剣山妙な。刺す声が感じやからな、あんなの。いや、親目線やったら、あれちょっと痛々しいけどな。赤ちゃんめっちゃ嫌がってる中で。そう、だから、痛い、めちゃくちゃ痛いし、後も一生残るから、その虐待じゃないかっていう意見も少なからずある。はいはい。そう言われかねてもおかしくはないわ、あれは。まあ、現代においてはな、だって、当時はな、結核を予防する、看護注射のおかげで結核がめちゃくちゃ減ったのは事実やから。まあ、必要不可欠は不可欠やもんな。ただまあ、現代ではあんまり必要性がなくなってきたっていうのと、あとは2005年以降は、乳幼児しかやってないから、やっぱ跡が残りにくくなっとるはずやから、若い人は多分跡があんまりないと思うよ。だから今の10代とか
じゃあこれ年齢サバ読んどる人、バレるかもな。風俗とかで、20歳ですって言ってきて、ハンコ注射何回打ったことあるんつって。2回とか言ったらさ、いやお前、2003年より前に打っとるやろ、それっつって。めちゃくちゃ後のことったらお前絶対そんな若くないやろっていうの。もう3回ぐらい打っとるやろ、つって。何歳やって。追求できるかもしれんな。それはそれで。で、今の若い子、ハンコ注射とかない、ちょっともったいないな。楽しみ減るな。これから先はもっとハンコ注射ない子が増えてくるってことやからな。フェチとしては悲しいよな。ちょっとな、がっかりやな。でも電車とかでハンコ注射とフェチがさ、そのハンコ注射の後、じろじろ見とったらほんまそれこそ新たな痴漢として浮上しそうやな。確かにね。痴漢で。また問題になるかもしれんな。ハンコ注射と凝視痴漢みたいな。見るのもちょっと気をつけなあかんわな。俺結構目で追ってしまうからさ。女の人から見たら普通の痴漢よりある意味ちょっと気持ち悪いけどな。なんでこの人確かに。胸とかじゃなくて腕見てくる。今回はそんな感じで、ハンコ注射が反強制的に打たれるのっておかしいんじゃないかっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。